どうも、こんばんは、ゆうちです。動画を投稿するのが遅くなり、本当に申し訳ございません。今年は本当に何かをやると何かが失敗して何かが連鎖的にっていうのが立て続きに起こっております。本当についてねえ1年だった。しかし、それはそれ。俺は今年のヘビ年のプラモデルを目で作っていねえ。なので、メルティーナを作ってヘビ年を締めくくるぜ。ちなみに、このチャンネルは美少女プラモにいかがわしいことをしていくチャンネルで、よかったらチャンネル登録よろしくね。あと、動画の終わりの方にはコンテストとプレゼント企画のお話をするので最後まで見てくれよな。さて、いつもならレビューをするところだが、こちらのメルティーナはレビュー動画を単体で上げているので、よかったらレビューはそちらをチェックしてみてくれよな。さて、今日は早速改造からだ。憎しみ係数を込めてクリスマスカラーにしていこうと思う。では地獄の下処理いくぜ。さあ、下処理をしていくぜ。まずは合わせ目処理。一番大変なヘビのパーツから消していく。消し方は普段の合わせ目消しと同じ。消したい合わせ目の部分に溶剤を流し込み、両サイドを強く押さえつけ、中から出てきた溶剤をよく乾燥させ、ヤスリで整えていく。ヘビのお腹に当たる部分はこのやり方で問題ないのだが、問題は背中の鱗部分。ここは鱗状に凹凸になっているので少し厄介。まずは鉄やすりの細めで大まかに形を整えます。さらにできる範囲で鱗に沿ってヤスリがけ。ただヤスリで届かないところはデザインナイフを使いカンナ掛けをして形を整えます。この時鱗の凹凸をしっかり意識して削ると綺麗に仕上がるぜ。仕上げに溝に沿って紙ヤスリで整えてあげれば完成。動画で編集して見せているとそんなに時間かかっていないように見えるが、これ1個削るのにだいたい15分ぐらいかかっております。1個なら問題ないのですが、見てください。こんなにたくさんあるんです。ここからが地獄です。正直集中力が続かなかったため、ライブ配信をして皆さんに見張ってもらってモチベーションを維持してどうにかこうにか終わらせました。続いて肩周りと肘周り、ここら辺はそのまま合わせ目を消すとパーツ同士にほぼ隙間がないので、塗装した後パーツが擦れて塗装が剥げてしまいます。そこで関節周りはヤスリ掛けをしてパーツ同士に余裕を持たせるようにします。これで塗装した時塗装が剥げたりしません。ヤスリ掛けをして感覚を持たせたら、ここら辺もしっかり溶剤を流し込み合わせ目を消しましょう。あと合わせ目ではないが後ろの髪の毛の部分、ここはだいぶキツキツなので、今行ったようにヤスリ掛けをしてパーツ同士に少し余裕を持たせましょう。これで塗装した後剥げる心配がなくなるってわけだ。お次に後はめ加工。このキットはほぼ後はめ加工がいらないようになっていますが、一箇所だけ加工が必要な部分がある。それが腰。ここだけは少し加工しないと合わせ目を消した後腰にはまらないようになっている。ただ後はめ加工の加工は簡単。手前のハート型のモールドの後ろにある 3mm のジョイントを斜めに切るだけ。こうすることでスライドするようにカチッとパーツがはまるようになります。はまることを確認したら合わせ目を消しましょう。ちなみに合わせ目を消した後、この腰パーツはモールドが浅くなってしまう。なので浅くなってしまったモールドは見た目が悪くなってしまうので、デザインナイフで浅くモールドを彫り込み、その上から 0.2mm のタガネでしっかりとモールドを作ります。彫った後はしっかりと表面をヤスリ掛けをすれば完成。これで腰回りは完璧。続いてはプラモの宿命パーティングライン。パーティングラインは髪の毛や武器など至る所にある。そのパーティングラインにはデザインナイフを使いカンナ掛けをして荒れてしまった表面をスポンジやすりで整えます。大抵のパーティングラインはこれでいいのだが、手や髪の毛の細かい部分に関しては仕上げのスポンジやすりが届かないため、紙やすりを折りたたんで整えます。これを装飾やフェイスパーツのパーティングラインがある全てにやります。ちなみにフェイスパーツの横の部分にも見落としがちだがパーティングラインがあるのでしっかり削っておこう。それとフェイスパーツはプリントされた目の部分をそのままにしておくとプリントされたフェイスが透けて見えてしまうので、顔の目の部分は削り取っておく。削るとこのようにのっぺらぼうになるので、こいつを後で塗装するってわけだ。最後に武器パーツ。
武器パーツはよく見ると先端が少し丸いので、武器の刃に沿ってカンナ掛け、武器の刃先をシャープにします。カンナ掛けをしたら最後はしっかりヤスリ掛けをして表面を整えましょう。さらに 3D プリンターで作った武器、こちらは今度のプレゼント企画でお渡ししようと思っている武器パーツ、アルカナディアのソフィエラでも使っているので、よかったらチェックしてみてくれよな。プレゼント用に刷っていたのだが、印刷がうまくいかなかった個体がいるため捨てずにこの動画で消費していく。どこが変なのって言われると、角っこがちょっと欠けてるのよね。欠けている部分はパテを持って整える。これで大体の下処理は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流し、持ち手棒に持たせよく乾燥させたら塗装。いくぜ。こんばんは。こちらでは質問や皆さんの作品を紹介するコーナー。今日は新たにカメラを購入したので紹介するぜ。購入したのはこいつ。先日発売されたばかりのソニー α7V。少し触れてみて感じたことをまとめてみたぜ。まずは新開発のイメージセンサーと最新の画像処理プロセッサーによりノイズを抑えたクリアな絵が撮れるようになったぜ。今まで使っていた α73 と比べると段違いで感動したぜ。またリアルタイム認識 AF により被写体を判別し自動的にピントを合わせてくれる。プラモの頭部パーツも認識してくれるので今後の撮影が楽になりそうだ。機能面では4軸マルチアングル液晶、触れてみればわかるのだがマジで便利。特にショートの縦動画や自撮りにも素早く対応できるのであるとすごく助かる機能だ。さらに USB タイプ C 端子を2機搭載しているので充電しながらファイル転送やリモート撮影ができるようになった。特に撮影中は iPad に接続しながらリモート撮影をするのでタイプ C 端子が増えたのはかなり助かるぜ。正直値段相応のクオリティを提供できるかわからないが視聴者の皆にできるだけ綺麗な映像を見せられるようにこいつと一緒に頑張っていくぜ。さあ、まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせ、今回はまずかさばっているヘビのパーツから消化していく。まずここにサーフェイサーグレイを塗る。サーフェイサーを塗ったらスカイブルーをお腹周りに塗り、よく乾燥させたらその上にピュアホワイトを下地の青が残るように塗ります。よく重厚感ある塗装で下地の黒を残すように塗装するみたいなやつを下地を青くしたバージョンってわけだ。こいつもよく乾燥させ、今度は鱗周りを塗るためにお腹周りをマスキング。マスキングは爪楊枝で境目にしっかり貼り付け、それでからデザインナイフでカット。これを全てのヘビパーツにやったら、今度はピュアホワイトにエメラルドグリーンを少し足したホワイトで全体を塗ります。ほとんどホワイトだがほんのり緑かなっていうぐらいで塗りましょう。乾いたらクリアのトップコートで一度全体をコーティング。その上からエメラルドグリーンを単体で鱗の裏面を塗るような感じでエメラルドグリーンをグラデーション塗装。パッと見これだけで割と綺麗なのだが、より鱗周りをくっきりさせ、そして綺麗にさせるためにメラミンスポンジを使い、鱗の谷間だけエメラルドグリーンが残るようにエメラルドグリーンを少しこすり取ります。そうすると鱗がくっきり綺麗な感じに仕上がり、上からは白い鱗が、下から覗くと緑色の鱗が覗けるってわけだ。これを全ての尻尾パーツにやるってわけだ。控えめに言ってなかなか地獄だったぞ。できた尻尾はクリア6、艶消し1くらいで混ぜたトップコートを塗ります。これで尻尾周りは完成。お次に紐や布の裏面。紐はエメラルドグリーンをベースにして、根元の方からピリジアングリーンをグラデーション塗装し、蛍光ブルーグリーンを全体に塗ります。味付け感覚で純色シアンを根元に塗ったらプリズムパステルミントグリーンを仕上げに塗ります。布の裏面でチラチラ見えるのがかっこよくなるはず。今度は布の表面。表面はサンタらしく赤にしていく。ベースはローズディープレッドを塗ります。その上からコバルトバイオレットを根元に塗り、純色マゼンタを塗って赤紫色に仕上げます。最後にやっぱり味付け感覚で純色シアンを全体に塗ったら、プリズムパステルチェリーピンクブルーを全体に塗ればいい感じの赤紫色の完成。さあここまで来たらマスキングをして、今度はゴールド関係。装飾にはパールカッパーを使いゴールドに塗装。さらにパールカッパーとシャンパンゴールドを混ぜ、一部ゴールドは塗り分けをします。塗り分けをすることにより一気に見栄えが良くなる。お次に肌や髪の毛。こいつらはサーフェイサーパステルピンクで全体をピンク色に塗装。その後肌はフレームアームズガール FG01 と FG03 をハーフに混ぜ塗装します。髪の毛はピュアホワイトにウォーカーイエローを軽く混ぜ、ほんのり黄色い感じで塗装します。そしてその上からクリアを塗りコーティングをします。乾燥したらイエローを強めに混ぜ陰影を描きます。陰影を描いて乾燥した髪の毛がこんな感じになる。
下地の色と陰影がごっちゃになっていまいちな感じになるので、蛇の尻尾と同じようにメラミンスポンジを使い、塗りすぎてしまった影をこすり取ります。こすり取った髪の毛がこんな感じになる。いい感じに陰影と下地がはっきりして綺麗に仕上がる。ただこすりすぎると下地もこすり取ってしまうため、こすりすぎには注意が必要だぜ。ちなみに1段階の影だと少し物足りないため、もう1段階暗めの黄色を同じ要領で塗っています。最後にインナー部分にペンキレッドを塗れば完成。これで大体のエアブラシによる塗装は終了。苦労して貼ったマスキングをペリペリ剥がしていく。この瞬間が一番ヒヤヒヤするが一番快感だ。さあ、ここからは筆などによる部分塗装。まずは墨入れ、紐などの装飾のモールドには紙や墨入れブラックを使い墨入れをします。はみ出してしまった部分はエナメル薄め液を綿棒に湿らせ軽く拭き取っていきます。口元は同じくエナメル塗料でホワイトとレッドを混ぜピンク色に塗ります。こちらもはみ出してしまった部分はエナメル薄め液で拭き取りましょう。ちらっと見えている歯などにはホワイト単体で塗ります。お次にフェイスデカール。フェイスデカールは最初大雑把に両目をつけます。その後髪の毛をかぶせ微調整をしてから綿棒で水分を拭き取りましょう。フェイスデカールが腫れたらチーク。100均などで売っているチークを使い、ほっぺたに化粧道具でチークを塗ります。塗りすぎてしまった場合はティッシュで少しこするといいでしょう。最後にトップコート。尻尾以外のパーツは艶消しとクリアをハーフに混ぜ全体に塗っていきます。これで全ての作業は終了。正直リア充は許せないが、メリークリスマス。今回のメルティーナはいかがだっただろうか。また随分時間が空いてしまったが、無事に動画を投稿できて本当に良かった。サボってたわけではないのだが、時間がかかったのには訳がある。しかし今はちょっと話せない。そのうち何かしらの形で話せると思うので楽しみに待っていてくれ。それとプレゼント企画、そろそろ始めようと思う。今回の景品はソフィエラ。こちらをくじ引きによる抽選で1名様にプレゼント。そして今回はもう一つ個人的に楽しもうと思っていた寿司員さんの食種をさらにくじ引きで1名様にプレゼント。急遽案件になったため個人的に買ったやつと2つになっていたんだ。
安心してくれ。こちらは未開封だ。使用済みじゃないからな。あと、今回もコンテスト形式でやるので、くじ引きをする当日、ライブ配信を行い、そこで私の独断と偏見で数名選ばせていただき、ソフィエラで使ったハルバードをプレゼントしようと思う。ハルバードに関しては参加人数次第でプレゼントの人数を上下しようと思う。単純に多くなれば多くなるほどプレゼントする人数が増えると思ってほしい。そして気になる参加方法だ。エントリー方法はまずチャンネル登録。そして X の方の俺のアカウントをフォローしてほしい。ここからが前回と違う点だからよーく注意してほしい。すでに第2回用のポストをしてあるので、これを参加するプラモデルの画像を載せて引用リポストしてほしい。例として引用リポストしたのがこんな感じだ。こんな感じでリポストしてほしい。前回ハッシュタグだけだと表示できない方がなぜかいたので、引用リポストなら確実に見ることができるはずだ。リポストを確認したらこちらからいいねを押しに行くので、1、2日経ってもいいねが押されなかった場合は DM で連絡をしてほしい。受付日時は今日から1月の31日まで。参加する作品については P プラ、ガンプラ、スケールプラモ、ミリタリー、何でも OK。己がスケベだと思うもので挑んできてくれ。そして注意事項としては、写真は自分で撮影したものに限る。他人の写真を引用して参加しようとする不届き者はマインドクラッシュな。積みプラに関しては未開封も可能だ。エントリーに使用した画像は後日ライブ配信などで使わせていただくので、ガラス越しに撮った場合顔が映らないように注意してほしいぜ。そして今回もプレゼントの発送は日本限定だ。ただし前回の海外勢の猛者どもと同じように参加は自由だ。俺こそはドスケベなプラモデルを作っているっていう方はぜひ応募してみてほしいぜ。コンテストの開催日時は2月7日頃を予定しているのだが、俺の予定がちょっと合わないかもしれないため、そこら辺は決まり次第また後日連絡をいたします。さて、告知は以上だ。みんなのたくさんのドスケベな作品を待っている。また、不明点があれば X の DM や YouTube のコメント欄にコメントしていってほしいぜ。それでは今年の動画は以上だ。いろいろできてはいるのだが、動画にまとめていないものがそれなりにある。皆さんは今年やりきれなかったことはありますか？よかったらやり残したことコメント欄に書いていってみてくれよな。そして共に来年も頑張ろう。それでは良いお年を。またな。この瞬間しか見えない僕らは飛び魚のように一瞬一瞬でなく鮮やかな夢見てまだ見ぬ世界のこと